皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースです。先日来、ウクライナがロシアの戦略資源に対する攻撃を行っていることを取り上げてきましたが、今日もまた新たな場所に対する攻撃が成功しています。ウクライナの戦略資源攻撃は今のところ非常に順調だと言えるでしょう。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ウクライナの戦略攻撃。何度目かちょっと数えていませんが、連続して今日も成功しています。石油関連施設の炎上を取り上げます。2、ロシア大統領選挙。妨害には懲役4年の刑が課されるのですが、これを8年に引き上げようという動きがロシアの国会で模索され始めています。それというのも、投票所において放火をはじめとした妨害行為が見られているからです。そして、ロシアが占領しているウクライナ東南部4州は兵士の監視下の下において大統領選挙が実施されています。3、フランス、ドイツ、ポーランドの共同会見。ウクライナ支援で合意が行われました。この点について取り上げておきましょう。今回ウクライナの戦略資源攻撃、その目標地点はウクライナ・ロシアの国境から800キロから900キロとかなり離れた東方です。地図なりをはじめ2カ所3カ所に対する攻撃が行われたようです。なお、今回もまたロシア側はロシア軍の被害はなかったという話をしています。もちろんそれは軍に対する被害ではないのですが、いい加減その手法は強がりとしては滑稽だということを理解してほしいものです。こうした攻撃の評価なのですが、フェイク情報も紛れているのではないか、もしくは全くの作り話ではないかと指摘される方もおられます。ただ、こうした問題については、現在のロシア、ウクライナのこの2カ国の間で言えば、オシントと呼ばれる公開情報をもとにした検証される方たちが非常に多く、果たして情報が正しいかどうかというのは頻繁にチェックが行われ、その情報の精度は高いと言えます。逆に現在戦闘が激しく行われているイスラエルの現状については、このオシントの存在が非常に弱く、イスラエル、ハマス双方の流すプロパガンダが非常に激しく、実際のところどうなのかが非常に分かりにくいといった現状があります。それは一旦横に置いとくとしても、今回攻撃が行われた施設、Google マップや実際に投稿された動画との整合性をチェックされた上で、攻撃が成功したことが確認されています。こちらが石油関連施設が燃えている様子です。他の地点においてもウクライナ軍のドローンによる攻撃が行われ、このようにかなり激しく燃え上がっています。こうした石油関連施設は軍の施設ではありませんから、直属の防空部隊など存在しません。ですから攻撃が届けばかなりの確率で施設に対するダメージを与えることができます。またもう一つのポイントとしては、前線から非常に遠いところに対する攻撃が成功していることは見逃せないでしょう。このような場所に対する攻撃が連続的に行われているわけですが、放置していても被害は拡大するばかりです。対応する側としてはいずれはウクライナ軍が遠距離攻撃をしてくることを前提として防空部隊を各地において整備する必要が出てくることでしょう。ということは、それだけ多くの余計な兵士や兵器を配備する必要があります。しかもそれは前線ではありませんから、攻撃されない時の方が圧倒的に多く、その分だけ無駄な負担を強いることができるわけです。ウクライナがこうした遠距離攻撃を行うことは、戦略資源そのものに対する打撃を与えるとともに、無駄な負担を強いるという意味において一石二鳥なわけです。続いてロシアの大統領選挙について見ておきましょう。武装兵同行し投票呼びかけ、支持率 75% 以上ノルマ。占領地でロシア大統領選。ロシア占領下に置かれたウクライナ東南部4州では、ロシアの当局者が武装した兵士とともに民家を一軒一軒訪れ、大統領選への投票を呼びかけている。ロシア政府は、プーチン大統領が圧倒的支持を得て、当選したという事実を作り上げるため、投票率、支持率ともに少なくとも 75% を確保するようノルマを課しているという。左がその訪問している兵士の写真です。もういつでも戦闘に出られるよぐらいの装備を整えた上で、民家を一軒一軒訪れているそうです。このような状況下で行われる投票がまともなものだとは言えないでしょう。私たちが投票用紙と投票箱を持ち、あなたの家に伺います。ロシア政府が設置したウクライナ南部ザポリージャ州の選挙管理委員会は SNS にこう投稿した。同州を含むロシア占領下の4州では2月下旬から期日前投票が始まった。インターネットに投稿された動画には投票用紙に記入する住民の脇に
迷彩服姿で銃を持つ兵士の姿が映っていた。ウクライナ側が任命したザポリージャ州の知事は、ロシア人が銃を持った兵士と一緒に自宅に来て、プーチン氏に投票しますかと聞けば、誰もがはいと答えるだろうと指摘。住民は非常に怖がっていると語った。まあいいえと答えた場合にどのようなことになるかは全く何の保証もないわけで、人によってはそのまま連れて行かれて拷問される危険性なども十分あります。そうやって反プーチン派の人たちを一人一人確認して排除していくのがロシアの占領政策です。ウクライナ情報機関は地元メディアにロシア政府が占領地域で投票率、支持率ともに 75% を達成するよう当局者に指示したと分析。当局者がプーチン氏の関心を買うため 85% 以上の数字を捏造するだろうとも予想した。ウクライナ外務省はロシア大統領選をまがいものの選挙と非難。占領地域の住民に投票を強要しているとして違法かつ無効だと訴えている。こうした投票に個人レベルで反抗する人たちはいて、例えば投票用紙に色のついた液体を投げ込んで選挙を妨害する人などもいます。こうした投票箱に液体を投げ込むといった行為は他の箇所でも何箇所でも発生しており、それに伴って逮捕者も出ています。現在のロシアの法律ではこうした選挙妨害に関しては懲役4年という刑が課されるそうなのですが、今回方々の投票所においてこうした抗議行動が行われているため、ロシアの国会では刑罰を強化、懲役8年まで拡大してはどうかという話し合いが行われているそうです。投票所の中もしくは外から放火しようという人たちもいるので、こうした罰則を強化しようという動きが出るのも仕方ないでしょう。まあそもそもプーチン大統領を選ぶようにしかできないそうした選挙であることが問題の本質であり、この問題が解決しない限りは結局のところ抗議をする人は絶えないでしょう。ただこうした一人一人の抗議のレベルを取りまとめるようなそうした存在が次々と排除されていることから、ロシア国内からプーチン大統領を倒せという動きが大きく広がらない原因ともなっています。また個人レベルを超えて経済界から反抗心が芽生えた場合においてはこのような事態が待っています。ロシア石油大手副社長が急死、ウクライナ侵攻後同社幹部死亡相次ぐ、早期停戦と交渉による解決呼びかけ。ロシアの石油大手ルクオイルはビタリー・ロベルツス副社長が急逝したと発表した。死因は明らかにしていない。2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻後、同社幹部が相次いで死去している。ルクオイルは2022年3月、早期停戦と交渉による解決を呼びかける異例の役員会声明を公表した。同年9月に当時のマガノフ会長が重病で死去したと発表。病院の窓から転落したとも報じられたほか、昨年10月には後任のネクラソフ会長が急性心不全で死去したと発表していた。ロシア軍によるウクライナ本格侵攻が始まった2022年、上半期にはまだ経済界からもプーチン大統領の侵略行為に反抗するそうした動きも少しはありました。左に列記されているのは経済界のいわゆる富豪オリガルヒの人たちが亡くなった事例などが列挙されています。その中には犯人が見つからない形で富豪たちが次々と亡くなっているところを発見されたり、不可解な自殺や転落死などが記録されています。プーチン政権とつながっている間はこうしたオリガルヒの人たちは富を享受できるわけですが、少しでも意に沿わない動きを見せると排除されるのではないかといったことが言われています。もちろんこのようなオリガルヒの人たちが亡くなっていることに関してプーチン政権が何か手を下したという証拠やもしくは声明などは一切出ていません。ただし起きている事実からそのように考える方が自然だと見られています。最後に前回の動画においてマクロン大統領が覚醒したかもというような話を少ししましたが、その後の動き、ドイツ、フランス、ポーランド、ウクライナ支援で結束確認、武器供与の枠組み確立で一致。ドイツのショルツ首相とフランスのマクロン大統領、ポーランドのトゥスク首相がベルリンで会談し、ロシアの侵略を受けるウクライナ支援での結束を確認した。ショルツ氏は共同記者発表でウクライナへの長距離ロケット砲供与の枠組み確立に取り組むことなどで一致したと説明した。マクロン氏はロシアを勝たせないために必要な全てのことを行うと述べた。共同記者発表の時の写真が左、マクロン大統領、ショルツ首相、トゥスク首相と並んでいます。
なお、ドイツ、フランスときたら、並びとしてはイタリアやイギリスが並ぶ方がちょうどいいかなと思うわけですが、ポーランドは現在のヨーロッパにおいて非常に軍隊の拡張に積極的な国で、現在の国防費は GDP4% を目指しており、EU 加盟国随一の陸軍を築き上げることが今のところの流れだとそうなりそうです。そうした意味では、ポーランドはウクライナ支援にも積極的なので、この並びに加わるにふさわしいと見られたのかもしれません。イギリスの場合だとそもそも EU から脱退していますし、イタリアの場合だとウクライナ支援は積極的なのですが、基本的にその内容についてはかなり秘密裏に行っていますから、なかなかこうした場には引っ張り出すのはちょっと難しいのかもしれません。マクロン氏は2月にウクライナへの欧米諸国の部隊派遣という選択肢を排除しないと発言し、ショルツ氏が反発していた。今回の会談はウクライナ支援でのヨーロッパの結束を確認する意味合いがあった。共同記者発表で見ておくべき点というのは、EU 域外からの兵器や弾薬の調達、これまでは例外的な措置として取り組まれていたのですが、これから先はそれは例外ではなく通常の選択肢に含まれるものとして考えようということで合意が行われました。これは以前よりも確実に今後の方が状況としては良くなることを意味します。特に砲弾の製造という意味においては、南アフリカや韓国といった国の名前が挙がっており、これらから購入するラインができればかなり状況の改善に役立ちます。そして長距離ロケット砲供与の枠組み確立。これについては、おそらくはハイマースとはまた別に供与している多連装ロケット砲システム、MLRS に対する弾薬供与を強化することによって、ウクライナ軍のロケット砲攻撃の強化を目指すのでしょう。砲弾供与といったことも大事なのですが、その砲弾よりもさらに遠くに飛ぶロケット砲についてももちろんあればあっただけウクライナ軍の強化につながります。ウクライナ軍によるロシアの戦略資源に対する攻撃は連日のように成功していて、この悪影響はロシアにとっては頭の痛い問題となるでしょう。ただ、こうした成功話ばかりを聞いていると忘れてはならないのが、ウクライナの地上軍においては砲弾不足が深刻化している状況については、改善傾向にはあるものの、まだその最悪期を脱出しているわけではないというポイントです。チェコが80万発の砲弾を手配したという話はしましたが、じゃあ現場に届いているかといえばまだこれからの話で、まだウクライナは早く来ないかなと待っているところです。そうしている間にもロシアは積極的に攻撃を行ってきて、この攻撃にはこれまでであればドローンで観察して、ロシア軍がやってくるんだというのを発見した時に、まず砲弾で攻撃し、数を減らした上で前線の部隊へと敵がやってくるわけです。敵がかなり傷ついた状態だからこそ迎撃が簡単なのであり、この砲弾が少ないということは、相手がやってきたぞと分かったとしても十分に攻撃できずにかなりの戦力を持ってウクライナ軍の陣地と交戦するといった状況を生み出してしまいます。また、ここ最近注目されているポイントとしては、ロシアの戦闘機が次々と撃墜されるといったことが2月に発生しましたが、この状況を改善すべくロシア側が打った手というのは、滑空爆弾の射程距離をさらに伸ばすための改良を加えたということです。これは従来からあるウクライナ軍の対空兵器ではなかなか撃墜されないだろうという距離から滑空爆弾を放つことによって戦闘機の撃墜される確率を下げる。その一方において滑空爆弾というのはミサイルよりもはるかに値段が安く、はるかに製造が簡単ですから、ロシアとしては航空攻撃の主体となりつつあります。これも安い兵器を大量に使うといった面はドローンですでに見られているわけですが、航空攻撃においてもミサイルの値段は高いし量産はできないのだから、その在庫が尽きた後どうするかといった問題がここで発生し、一つの教訓が生まれつつあるわけです。現代の対空兵器は非常に強力で、非ステルス機については次々と撃墜してしまいます。ですから、ウクライナ軍、ロシア軍双方ともにそれぞれの戦闘機が対空陣地を飛び越える形で相手国の中に入ることはほとんど不可能な状況です。だからこそ対空兵器にやられないような形で双方ともに低空飛行するか、もしくは
対空ミサイルに捕捉されない距離からの滑空爆弾を多用するといった攻撃へと発展しているわけです。日本の場合もこのような長期戦になった場合においては、ミサイルの在庫が尽きるといったことも十分可能性としては考えなければならないわけで、ウクライナの戦場で何が起き、どのような対処をしているかといった創意工夫、それぞれの国がどのようなことを行っているかは必ず戦訓として残るわけで、それを自衛隊も吸収してほしいものです。なお、日本ではそのような対空兵器への備えの一つとしてステルス戦闘機が主力戦闘機として採用されているわけですが、しかしレーダーの技術も決して止まっているわけではありません。ステルス性能の高い戦闘機が出てきたのであれば、これを捉えるためのレーダー側の技術発展といったものもあり、決して永遠にステルス戦闘機が安泰というわけではないのです。ですから、ステルス戦闘機は少なくとも非ステルス戦闘機よりも確実に撃墜されにくいし、されにくい状況はまだまだ続くとは思われますが、そうなくなった時ということも考えなければならないわけです。このあたり技術発展というのは常に何かが先行したらそれを追いかける対抗技術も発展していくということを念頭において、いろいろと想定していかなければならないわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。